こんにちは、山下夏美です。今回は直近で比較的波が良かった日の映像、スキムボードをまとめていったので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。最初、置き取りで撮ってた日かな。この日かなり予想に反して波が良くて、結構いい感じに練習ができた感じでしたね。波数は少なかったんですが、来た波をしっかりメイクするっていうのをかなり意識して練習して、メイク率に関してはこの日は相当良かったかなっていうふうに思います。失敗したライディングはちょっとカットしてるんですけど、それでも2ライディングぐらいしかなかったので、かなりのメイク率だったかなと思います。で、見ていただければわかるかなと思うんですが、完全ラップ波といった感じで、特にこういうラップ波系で少し、ややダンパーチックなのですが、こういう波の今回してる位置、この回し方とかを少し見ていただいて、回してるターンの仕方的に見たら分かるかもしれないんですけど、特に僕が意識してるのがこのテールが波の後ろに行かないことですね。こういう速い波でも自分が回し切った時に、ターンを回し切った時にですね、まだ波が割れてない、割り切ってないっていうのが分かるかな。ターンして、これとかちょっと踏んでるけど全然 OK。 そう、ターンを回し切った時に、持つ位置ですね、ブレーキが最後まで。そこをしっかり読んでうまく回す、この回し方、これ完璧かな、見た感じ。ここに関しては、かなりいいかなと思う。その回し方ができるかどうかがすごい重要。これとか少し予想より速かったからスプレーターンを意識して回していった感じだね。これギャップ越えてナイスラップ。最後ちょっと割り方が微妙だったからかぶれはしなかったけど、いいライン取りだったと思います。このラップも悪くないかな。これはテイクオフしてちょっと速そうだな。うまい、ナイスターンだね。これ回しきれるのさすがだね、我ながら。今ぐらいやっぱり綺麗に回した上でテールが波の後ろに行かないようにすると、ラップラインはもちろんそうなんですけど、その後に横走れる距離もより長くなるんじゃないかなというふうに思います。あとは早めにターンをそうやって開始してるんだけど、そうすることによって例えば手前にギャップっていうよりかは、1枚重なる波、手前の波と重なる波であったり、あとはバックオッシュが来た時とかにリカバリーをする時間ができるんですよね。それがまた大きなメリットかなっていうふうに思います。これうまいですね。スピナー、リッピングで最後速いからオーリー。これはどっちだ、ラップ行きましたね。ラップ側っていうよりかはややライナー気味で最後オーリーですね。これは少し速いか、ラップ側。これもナイスラップだね。少し波が潰れてるから綺麗にはかぶれてないけど、回し方とかは完璧に近いかなっていうふうに思います。ここでいきなり張ってくる。これかなりレールが綺麗に入ってますね。スプレーの出方がすごい綺麗に出てます。これもいいスプレーだね。フレームアウトしてるぐらい高く綺麗に上がってる。このラップも悪くない。
最近ちょっと自分の中で少しスプレーターンを意識してて、狙ってスプレーを上げるような、ちょっとそういう狙いを特に意識してやっていってる感じです。これとかもかなり綺麗にライディングができてますね。これはフロントラップ側ノーズ刺さっちゃったけど、今のもテールが波の後ろに行かないようにしてます。特にフロントラップに関して言うのであれば、めちゃめちゃ斜めに走ることは重要ですね。通常のバックサイドラップよりやっぱ回す角度が大きいほどメイク率はやっぱバックサイドラップに比べて難易度も高くなってしまうので、メイク率が下がって、これはインサイドちょっと飛ぼうとしたけど飛べなかった感じかな。うまいですね、このサイドウィンの使い方。安定をするために今使った感じだね。これはさすがに間に合わない。今のとかも、もう少し右側ですね、映像で言うとそこを狙っていけるとまだ間に合ったかもしれない。これとかテイクオフして少し潰れてはいたけど、横走った距離が長かったから綺麗にラップしてるように見えましたね。再びこれはフロントラップ側、スープに少し埋もれてましたがなんとかって感じです。この辺ちょっと波質が変わってきてますね。で少しやっぱり潰れてきてるのかな、この辺りは風が少し入ってるかなと思うんだけど、でこうやって潰れてきた波の時は、ラップがやりにくかったりとか、ラップに限らず流しとかでもそうなんだけど、ベストポジションを読みづらくなってくるんですよね。でそうなった時の、対応的な意味じゃないけど、僕が結構意識してるのは、もちろん最後まで残る場所を読み切るっていうのも大事なんだけど、できるだけ波面がよれてないところだったりとか、最後水が集まってくる場所ですね。例えば左右からブレークが来たりうねりが集まってきて最後張ってきそうな場所だね。そういったところをね狙うようにしてます。そうすることによって、少し速い波とかでも対応をしやすくなるかなっていうふうに思います。これとかも結構いい位置じゃないかなと、こんな感じでターンはまだ全然割れてこなかったんだけど、一番最後まで残って一番ショアブレイクで割れてくる場所でかぶれるように狙った感じ。これも同じですね。これは手前にスピナーを入れてきましたが、やってることは同じです。最後水が集まってくるとか一番よれてない場所、そこを見極めて狙えるかどうかっていうのはかなりいいライディングをするっていうのもそうだけど、失敗しにくいってことなので、いい場所を狙ってるってことは、特に上級者とかはメイク率比較的高いと思うので、そこを大会とかの決めなきゃいけない場面で決めれるっていうのは、そういった波の狙い方っていうのももっとも重要になってくるポイントの一つなんじゃないかなっていうふうに思うので、いかに自分のライディングが決めやすい場所に狙うことができるかどうか、自分の得意な波とか場所っていうのを意識して狙っていけると、こういったラップ波に限らず結構ライディングのメイク率上がるんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。